皆さんこんにちは、三上亜です。イエーイということで本日はタイトルにもあったように女性の悩みを答えながら夜ご飯を食べていこうかなと思います。なんでこういう企画をやろうかと思ったかというと、私のインスタの DM に結構女性からお悩みを相談されることが多くて、動画にしようかなと思って質問を募集させていただきました。さっき募集したのでそれを答えながらやっていこうと思います。恋の悩みだったり女性のデリケートなお悩みに答えていきたいと思います。そして今日のご飯は、今日もさ撮影が終わって眠すぎて寝てたんです、さっきまでね。でさ、結構これさご飯頼んでからさ時間経っちゃったからさ固まっちゃったんだけど、お家のフォークとスプーンで食べたいと思います。なんかチーズ入ってたのでチーズもかけよう。じゃーん、特製ナポリタンいただきたいと思います。さて、もう今結構深夜に近い時間でございます。そんな時間に私はナポリタンを食べております。まあそんな日もいいでしょう。なんかここら辺にナポリタンが飛んできた気がする。じゃあ早速、めっちゃ質問来てるんだけど、どうしよう、こんなにも来ている。5年間の恋に終止符を打ちました。ゆあちゃんのように美しい女になります。素晴らしい決断。素晴らしいかわからないけど、でもそのすがすがしい決断、すごく5年間という思い出っていうのは長かったと思うし、簡単にね忘れられるものじゃないと思うので、私は5年間も付き合ったことがないから正直わからないけど、でも多分2人にしかわからない思い出がたくさんあって、すごく辛いと思うの、その別れる時。でも美しくなりたいっていうそのあなたの心意気素晴らしいと思う。私も結構そういうタイプ。恋愛を終わらしてまた成長しようって、自分磨き頑張ろうって思うよね。だから美しくなってまたいい恋愛しましょう。まあいい思い出が一つ増えましたね。また人生に彩りを添えてくれたの、その人は。お金を貸してるというか返すと言ってくれてるけど、ほぼ紐の彼との将来はあると思いますか？ないです。やめましょう。返すと言ってくれてるって、もう返してくれてない時点でさダメじゃない？それは返すって言ってさ、返してくれたならいいと思うんだけど、まだ返してくれてない時点でさもうさ紐確定じゃん。だから将来はないよ。でも好きでもう紐でもいいって思うんだったらいいかもしれないけど、今一緒にいることだけは。けど将来は見ない方がいいかもしれない。幸せにはもしかしたらなれないかもしれないから、私だったらちょっとバイバイって感じかな。だからまずお金を貸してって言ってくる時点でない。本当に何か困っててすごく大変な状況で理由も知ってて、詐欺とかじゃなくね、理由も説明してくれてだったらまだいいんだけど、なんか返すからとか言って簡単にお金を借りてくる男はノ、お金貸したことないかもしれない。今まで追われる恋愛が楽しくないです。追うのが楽しいけど辛いです。どうしたら楽しめますか？難しい質問。追われるのは楽しくないけど追うのは辛いってことね。贅沢な悩みですね。追って追われる恋を見つける、両方できる人を見つけるのが一番いいんじゃないですか？それは両方させてくれる人だから、同じぐらい好きな人だよ。自分と相手が同じぐらい好きっていう気持ちが、私の方が好きかも、でも向こうもいや俺の方が好きかもって思い合ってたらすごく良くない？どっちが本当にどっちが思い合ってるのって思えるぐらい好き同士ってこと。そういう恋愛が一番いいと思うんだよね、私的には。確かに追われるだけだったら安心感がさあってさ楽しくないって思っちゃうかもしれないし、追っかけてると疲れちゃうじゃん、精神的にも。私は追いかけるのは良くないと思うの、女性は。だって心身ともにボロボロになっちゃって美しくいられないと思うから。だから女の人は追いかけるんじゃなくて、やっぱり幸せにしてくれる男性と一緒にいた方が多分いいなって今になって思うんだけど、でもそれでもやっぱりキュンキュンってさせてくれる人がいいと思うから、やっぱり同じぐらいの熱量で恋愛できる人を見つけるのが一番いいと思います。
が現れるのを待とう。絶対いるはず。ご飯行ったらいいよって言ったのに、いつ行けるか聞いたらわからないって帰ってきた。脈なし？わからないじゃないよ。わからないわ。ちょっとわからない？わからない？ちょっと待って、一回整理させて。ご飯行こう。いいよ。いつ行ける？わからない。どういうこと？一生スケジュール待ってる？そんなことある？それは分からなくないよ。私もスケジュール見たらさ、分かるじゃん。大体さ、いつが空いてるかなんて。12月とかさ、見てみ、空いてる日1日ぐらいあるよね。それは脈なしかもしれない。やめよう。もう始まる前にやめよう。めちゃくちゃ好きになる前にやめた方がいいと思う。そういうのは分からないとか言ってくる時点で、もうそうやって予定を空けてくれない時点で、もうその男はないやめましょう。やだ。ちょっと好きっていう時に諦めた方がいい。そういう人。4年ぶりにスキピができて、久しぶりの恋愛すぎて相手のことをなかなか信じられない。いいじゃないですか。4年ぶりにスキピができたなんていいことじゃないですか。でも信じられない？いや、それもまたいいんじゃないですか。だってさ、異性なんてさ、分かり合えないからいいんだよ。女性と男性なんて全部分かり合えたらつまらないじゃん。だからそれって全部が分からないから気になって好きになったりするんです。だから分からないくらいがちょうどいい。全部分かっちゃったら多分興味なくなっちゃうよ。だからちょっと分からないぐらいが楽しいんだと思う。何考えてるんだろうって思ったりしてる時が楽しいのかなって思いますけどね。私が昔ピルのストーリーを上げたら、めちゃくちゃピルに関しての質問が来たので、今回はピルについての質問も募集したんですけど、ピルの質問がめちゃくちゃ来てる。恋愛よりそっちの方が来てるんだけど、なんかピルのイメージって結構日本は避妊のために使ってるみたいな、あんまり良くないイメージを持ってる人が多いのかもしれないんですけど、まあでも今年々ね、飲んでる女性も増えてきて、普通に PMS とか、 PMS っていうのは生理前にさ、イライラしてしまったり、食に走ってしまったりとか、普通に頭痛とかお腹痛くなったりとかいろいろあるんだけど、女の子ってそういうのがちょっと改善したりとか、いろんなね、ピルってすごくいいことがたくさんあるんですよ。で、生理痛がほんと軽くなったり、生理中も飲んでない時より飲んでる時の方がすごく私は快適に過ごせるから、私はもう AV 女優を始める前から飲んでるので、何年間飲んでるんだろう、9年間ユーザーです。ピルユーザーなのですごい長いんですけど、だからもう今更なんかね、不思議に思うこととか、ピル飲んでて辛いなって思うこととかは全然ないんだけど、みんなはまだ多分不安に思うこととか多分結構あると思うので、今日はピルについてもいろいろ答えていきたいなと思っております。なので皆さんの質問を募集させていただきました。ちょっと食べたいと思います。普通にお腹空いてたんだよね。ピル飲んでると理解ない男に勘違いされるのが嫌でめちゃくちゃに隠してます。だからさっきも言ったように、マジでそういう海外では結構ピルって当たり前のように、そういう PMS のために飲んでる方がすごく多くって、避妊のために飲んでる人って少ないのね。てか私も最初デビュー前になんで飲み始めたかっていうと、もちろんそういう生理がずらせたりするのとかもいいなって思ったし、あと肌がすごい綺麗になるっていうのを聞いて、それで飲み始めたんですよ。だからなんか避妊効果のために飲んだことってなくって、でもなんかそれを言うとなんか異性に伝えたりすると、じゃあなんかそういうために飲んでるんだって思われるのはすごい嫌だし、でも女の子同士で話しててそういう風に思う人って多分いないと思うから、なんかそういう風に思ってくる男性がいるとしたら勝手に思わせとけばいいなって思いますけど、なんか彼氏とかができたらそういう説明とか分かってほしい人に分かってもらえれば私はいいかなと思いますね。でも本当に嫌だよね、そういう風になんか勘違いしてくる人がいると。なのでこの動画を通してでも少しでも知ってもらえる人が増えたらいいなとは思います。彼氏にも家族にも言えないっていう人もいるみたい。なんかこういう質問めっちゃ来る。飲んでるって言ったら避妊のためだけって思われそうで。だから、親世代とかにもまだなんか浸透してなかったりもするんですよね、多分。私の世代ぐらいから結構普通になってきてるかもしれないけど、まだまだ浸透してないのかもしれない。ピルの副作用の辛さはどれぐらいですか？これは本当に人によるのかもしれないんですけど、私は初めて飲んだ時から全然副作用がなくって、今まで結
構3、4種類ぐらいかな。マーベロンとヤーズと今はトリキュラー、もう1個ぐらい飲んだ記憶があるんだけど、どれも副作用起きなかったんですよ。私は起きなかったけど起きるって言ってる方もいるから、それは本当に個人差があると思うのでないとは言えないけど、私は比較的起きなかったです。比較的っていうか、感じなかった。何もなんか太るとかむくむとかそういうのもなんか気持ちの持ちようかなと思って、だから食べちゃうとかそれを理由にしてる気がして、あんまりないかなって思いますね。しかももう9年以上飲んでるからもう分かんなくて、ずっと9年飲んでるからそれによって太ったとかはないかな。それでもダイエットできてるし、今年ダイエットしたじゃないですか。だから別にピル飲んでてもダイエットできるし、あんまり関係ないかなって私は思います。でも本当に個人差があるので、それは私はなので人それぞれだと思いますね、副作用とかは。なのでピルも本当に種類があるので、自分に合ったものを見つけてみるのがマロちゃんカヘミマネージャーがここに言いますので、本当に種類たくさんあるので、それはいろいろ試してみたらいいかなと思います。生理前の情緒不安定がひどすぎて彼氏とめっちゃ喧嘩するし、何もないのに勝手に涙が出る。マジわかる。でもそういう時はピルだから、飲んでなかったらどうなるんだろうって思うよ。年々 PMS がひどくなってるって思うんですよ、私。なんか若い時は全然生理前とか気にしたことなかったの。それはピルを飲んでたからもあるのかもしれないんだけど、すごい生理前ってイライラするとか人に当たっちゃうって言ってる人をよく見たんだけど、そうかなみたいな。私はそんなことないって思ってたの。だから私ってなんか比較的穏やかな方って思ってたのね。けど最近めっちゃわかるって思って、なんか年を重ねるごとに生理前にめっちゃなんかもう無性になんかイライラするし悲しくなるし、なんか嫌な気持ちになるの。全てがもう本当に投げ出したくなるというか、全てをマイナスの方向に考えちゃって何もしたくないみたいな、全てが敵に見えるっていうのをよく友達と話す。最近同世代の女友達と、なんでこんな生理前ってイライラするんだろうねって。だからそれはピルを飲んでてこれだから、多分飲んでなかったらもっとやばいと思うの。私はもう9年間飲んでるから、もう飲んでなかった頃を思い出せないんだけど、一回ちょっと飲んで見てみてほしい。マジでなんかそういうパートナーがいる方はさ、特にだと思うんだけど当たっちゃうと思うの。その好きな人に特にね、一番安心してる人だから、一番頼ってしまう人に好きなはずなのになぜか当たってしまうっていうのが一番良くないことだと思うから、なんかそういう時に一番当たっちゃうのって絶対彼氏だと思うから。でもそれって自分のしたいことではないじゃん。本来は親でもなく友達でもなく絶対彼氏に言っちゃうと思うから、それはちょっとやめてあげたいじゃないですか。なのでちょっと PMS は改善していきたいですよね。気持ちはわかる、本当に。でも気をつけて、若いみんな30歳になったらもっとムカついてくるよ。ピルを飲みたいけど田舎なのでどこで買えばいいか分かりません。親にバレるのも怖いです。親にバレるのとかはお母さんとか親に普通にね説明してちゃんと言ってもいいと思うんですけど、私がその前回なんでストーリーにあげたかっていうと、メデリピルっていうオンラインサービスがあって、それを載せた時にすごい反響があったんですよ。でメデリピルっていうのがそのオンラインで処方していただけるサービスなんだけど、私はもともとね時間があんまりなくって、で病院が空いてる時間って結構日中じゃないですか。でその時間をちょうどお仕事してることが多いので、あんまりね行けないんですよ。そういうオンラインで診療していただいて、私の場合も飲むピルが決まってるから、これが欲しいって言ったら配送していただくサービスがあるっていうのを知って普通に使わせていただいてて、その便利なサービスがあるので今日はメデリピルさんについても紹介していきたいなっていうのを、皆さんにはちょっとピルについても紹介したいし、メデリピルさんが本当に便利なサービスなので紹介していきたいなと思います。ヤーズフレックスを使ってるんですが、ゆあちゃんの使ってるもの副作用どうですか？変えようか迷ってます。私はヤーズフレックスっていうかヤーズを前回飲んでて、それこそ私だからなんかユアだからなんかヤーズってなんか言われてたんだけど、なんか変にそれどうでもいい
もいいとして、今は私の多分ねピルについての動画があるんだけど、そこから多分トリキュラーに変えたんですよ。でトリキュラーの方が不正出血が少ないって言われて、確かに私ヤーズの時不正出血が多かったんですね。でもトリキュラーに変えてからすごい不正出血が少なくなって、その時はまだ現役で撮影をしてたので、不正出血があると撮影中にね困ったりしてたから、それでトリキュラーに変えました。ですごい不正出血がなくなって副作用も私はなかったので、すごい快適に過ごしております。なので人それぞれ合うもの合わないものがあると思うんだけど、私は今はトリキュラーを使ってます。でメデリピルはすごい多分種類も豊富なので、そうやって自分に合うものも探しやすいと思います。 LINE で簡単にメデリピルさんはオンライン受診ができるんですけど、メデリピルさんは初月がピル代が無料で、診療代はずっと無料なんですよね。なので私は1回目は無料で届いて、そこからは定期的に届くようになっております。なので今も定期的に家に届きます。すごい楽ちん。なんか今までは結構ピルって急になくなったりするとやばいみたいな、ないんだけどってなってすごい焦ってたのけど、そうやって簡単にさ買えないものだったからすごい焦ってどうしようみたいな、婦人科行かなきゃってなってたんだけど、すごい LINE だけで診療できたりして、でもちゃんとした専門医の方に見てもらえてお薬を出していただけるので安心もありますよね。初めての人にも私みたいにずっと飲む人にもお得で優しいなと思います。なのでまだ飲んだことないよっていう方にも、初めての方にもすごく始めやすいサービスかなと思います。多分すぐ解約することもできると思うので、なんか始めてみてやっぱりピル難しいなと思ったらやめてみるのいいと思います。専門医の方がいるので、隙間時間とかに診療したりして、不安があったらいつでもその専門医さんに見ていただくこともできるので、すごい安心感はあるかなと思いますね。で私もさっき言ったんですけど、ピル切れいつの間にかなくなってるっていう心配が、2ヶ月目以降は定期便で配送されるので、いつの間にかないっていう状態がないっていう、本当に便利。なくなると焦るんですよ。あれって飲み忘れるとめんどくさくって、すごいそういう心配がないのも便利なサービスです。そして継続するほどお得で、1年継続するとプラチナ会員になって、毎月のピル代が 10% オフになるそうです。私の場合確実にプラチナ会員になると思います。でも最近本当にここ3ヶ月前かな、4ヶ月前ぐらいにメデリピルに出会ったので、そこから会員なので、私は来年ぐらいにはプラチナ会員になってると思います。婦人科に行って男性の先生だったら怖い。確かに結構男性の先生のところも多くて、私はそれこそ今までは毎月通わなきゃいけなかったんですよ、現役時代はね。その時はそれこそ多分ほぼ男性の先生でした。私はそんなに気にならない性格なのでいいんですけど、多分気になる方が多いと思うのでね、なんか嫌だなって思う方が多いと思うんですけど、その点で言うとメデリピルは普通に顔を合わせることもないし、その専門医の方も女性の方しかいないので、すごく安心かなと思います。で専門医の方と婦人科医の方がいらっしゃるので、そこがすごく安心ポイントかなと思います。やっぱり私もどちらかというと女性の方が安心するし、お医者さんって別に他のね部分だったら全然男性でもいいと思うんですけど、婦人科ってなったら女性の方が安心ですよね。診療予約だったり服薬管理、お届け日やプラン変更等も手軽に LINE の中でできたりするので、飲む日が分からなくなったりすることもないと思います。私も結構飲み始めの時は、あれいつ飲むんだっけとか、いつから飲み始めたっけ、次いつからだっけみたいな、すごいどうしようってなってたんですよ。でカレンダーにいちいちつけることもできない性格だから、ちょっといっかみたいな、適当でいっかみたいな感じでやってたんですけど、そういう管理してくれるのがあるとすごい便利です。で服用中は LINE で無料の医師相談を利用できるので、それはすごく安心ですよね。なんか聞きたいことがあったらすぐ聞くこともできます。寄り添ってくれる婦人科医の方がいたら安心ですよね。なんかわざわざちょっとでも不安なことがあったら婦人科に行って聞きに行くっていうのって、こんなことで聞いていいのかなっていう気持ちになるんですけど、簡単にオンラインで聞けるってなったら、ちょっと不安なこと、こんなこと聞いていいのかなってことでも聞いてみようかなって思えるようになりました。自
分の体なので大事にしていきましょう。本当に幅広いピルの種類があると思うんですけど、その中で自分に合ったピルを探してくれると思うので、一回試してみてこれ合わなかったってなったら他のピルを提供してくださると思うので、それでいろんなピルを試すことができるのもいいかなと思います。なんか私もいろんな病院に行ったことあるんですけど、種類って結構少ないところもあって病院によって置いてるものも違うんですけど、メデリピルは本当にたくさん、こんなにたくさんあるところってあるんだっていうぐらい種類豊富なので、すごくそれが私は魅力かなと思いました。なんか他にも試してみようかなって私も思ったんだけど、私は今はトリキュラーでなんか安定してるからいいかなって思うんだけど、今後なんか他にも試してみたいなとは思ってます。メデリーさんは現役の産婦人科医の方が見てくれるので、すごく安心だなと思います。他サービスも見たことあるんですけど、他サービスは他の医師さんも見たりしてるみたいなので、すごいその点はメデリさんは安心だなと思いました。これが定期便の3回目で届いたピルケースです。ちゃんとしたピルケースが私に届いたんですよね。かわいいよね。これに入れとけばピルってわからない。ピルってすごいわかりやすいから持ち歩いてるとなんか恥ずかしかったりするんですけど、こういうのに入れとけばわからないです。これは定期便の3回目で届きました。オリジナルケース。そんな感じで私が普通に使っているメデリピルさんも紹介できたので良かったですね。本当にね、めちゃくちゃ普通に愛用してるので、しかもめちゃくちゃ便利。こんなサービスが私が飲み始めた時からあったらめっちゃ良かったなって思う。ここ最近になってそういう便利なサービスが出てきたのかなと思うんですけど、病院にわざわざ行かなきゃいけなかった時代もあったけど、めちゃくちゃ便利な時代になったなって思いますよね。最初は病院にちゃんと行ってみるのもいいと思うんだけど、何かしらのね事情で行けない方もいらっしゃると思いますし、一回は飲んでもう今はこれでいいやって決まってる人は処方してもらうだけだったらオンラインで簡単に処方してもらうのもすごいいいと思うので、皆様お気軽に使ってみてください。ピルをずっと飲んでいてやめようと思っているんですけど、やめるタイミングは悩んでます。私もそれ聞いたことあるんだけど、私は妊娠したいと思ったタイミングでやめればいいって聞きましたけどね。それまではむしろ飲んでてもリスクはないって聞いたから、でなんか妊娠しづらくなるとかも昔なんか聞いたことあったんだけど、それもないって聞いて、だからやめる必要性は、私はすごい PMS とかが軽減されるから、やめたら、自分がどうなってしまうのか怖いのでやめるつもりはなくて、自分がなんか子供を作りたいなとか思った時にやめたらいいのかなっていうふうに思います。太るというのが気になって飲めません。これはもう忍耐です。自分の精神力。食べなきゃ太らない。そんな勝手には太んないですよ、絶対に。ピル飲んだからもうブク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 太っていくわけではないです、絶対に。大人になると恋がわからなくなってきた。だってかへみちゃん、大人になると恋がわからなくなってきたんだって。どう思う？わからないの？まあさ、キュンってしたら恋ってことだよ。胸がギュッて苦しくなったら恋ってこと。今あの人何してるかなって考えちゃったら恋ってこと。この美味しいご飯一緒に食べたいなって思ったら恋ってこと。この綺麗な景色一緒に見たいなって思ったら恋ってこと。そう、その人のことを考えちゃったらもう恋ってこと。分かった？ってことはこれを見ているあなたたちは私にもう恋をしているってこと。見ちゃってる時点でね。ここまで見ちゃってるあなたはもう恋してるわ。 100%。 だってこんな時間まで見ちゃってるわけだからね。すごく今回の動画は長々話してしまいましたが、でもなんかすごい私的にも話したい話を話したなと思いますけど、もっともっとなんか話したいことたくさんあるので、ちょっと引き続きこういう動画は私にしか話せないこともたくさんあるのかなと思うので、もし皆さんがこういう動画またやってほしいよって言ってくださったらまた出したいなと思います。なので、私が本当に使ってるねメデリピルさんも紹介できたのでよかったなと思います。みんなも自分のね心と体を大事にしてください。あんまり抱え込みすぎるとパンクしてしまうと思うので、向き合いながらね、誰かに相談したりとか休んだりしながら生きていきましょう。ということで、私はこの残りのパスタを食べながら、まだ今日は仕事があるみたいなので頑張りたいと思います。おやすみかみ。
バイバーイ。